それでは今回もウォーハンマーさんやっていくよ。この世界から抜け出せる日はいつか来るのやろうか。今回やっていく勢力はキャラバンオブブルーローズ。ゾンビがクソ強くなるヴァンパイアカウントの勢力だね。ワローレギオンのどこの種族か。効果はいろいろあるけど、ゾンビが毒攻撃できるようになるのと、防具がプラス30されるのはいいよね。でもなんか微妙じゃない？まあ、この勢力の本領発揮は、レジェンダリーロードのレベルを上げてからなので、楽しみにしておこう。はい。開始位置はここ。かなり西側になったな。西にはキャセイ勢力とかいるから、できれば仲良くしていきたいところだね。ゾンビと仲良くする人間なんておるんか？まあ利害が一致すれば仲間になるから。敵の敵は味方理論か。それでは開始していきましょう。最初のカマセイヌ国家はスケーブンか。スケーブン相手するの苦手なんよな。まあ最序盤だし、強い兵器とか巨獣とかは出てこないはず。そして今回のショートキャンペーン勝利条件。ボックスメーカーオブナーグル。お滅亡。ナーグルって何？殴るんか？疫病を司る混沌勢力だね。都市に疫病とか蔓延させたり。ユニットの特徴として体力が高いのが挙げられるね。あとはナガッシサールを領有か。ってどこ？ここから南にある場所だね。あとはいつもの30拠点のやつ。これ軍事同盟とかでも達成できたら面白いんだけどね。内政重視プレイができるわけか。まあ戦争メインのゲームでそれはどうかとは思うけどね。ボックスメーカーオブナーグルの場所はここ。すぐ東やんけ。ちょっと島になってるのが面倒かな。ナガッシサールはここ。近い気もするし遠い気もする。つまり我々は東と南に進軍する必要があるわけだね。つまりどうすればいいかわかるよね。西と北の奴らとはできれば仲良くしたらいいってわけか。そういうことだね。まあ仲良くできればの話だけど。この世界は対話できない奴多いしな。破壊こそが最大の喜びみたいな奴いっぱいいるからね。それでは初戦を開始していこうか。決定的な勝利。だけどここは初めだから戦っていこうか。それでは初戦闘を始めていきましょうか。まず我々ヴァンパイアカウントの特徴からお話ししますと。まずはメリットから。我々は圧倒的な粘り強さを持っており、各ユニットを回復する術に長けております。今回で言うと、ヘルマンゴルストやコープスカートが、周りの仲間を回復パッシブスキルを保有しており、死んだ仲間を復活させることができます。なんというか、ゾンビらしい戦い方やな。また、ヴァンパイアカウントは死者の復活を使って即座に兵を補充することが可能です。特にたくさん死んだ後の戦場跡地などでは強力なユニットを手に入れられる可能性もあります。敵の死体も味方にするわけか。また、我々が得意とする吸血鬼の魔術は回復、範囲攻撃、単体攻撃と何でもできる万能魔法形態です。安価なゾンビで敵を足止めしつつ、範囲魔法、ウィンドウプレスで敵をまとめて殲滅するのがヴァンパイアカウントが得意とするスタイルですね。魔法が強いわけか。天空魔法とどっちが強い？個人的には天空魔法の方が扱いやすい。まあそれでもウィンドウプレスもかなり強力な魔法です。また、ヴァンパイアカウントのユニットは配送しません。なので、回復も相まってかなり長い間戦線を構築することが可能です。すぐに逃げ出すのは良くないよな。まあ逃げ出さないのはメリットでもあるしデメリットでもありますね。次はデメリットですが、我々は遠距離ユニットを保有しておりません。まあ、正確に言えばいるにはいますが、ほぼいないものと思ってください。なので、いかに遠距離ユニットに仕事を左折に接敵するかがすごく大事になってきます。じゃあ、素早く距離を詰めれば。ゾンビはかなり遅いんで、そういうわけにもいかないんですけどね。また、ロードの依存度が大きく、ロードが負傷したりしていなくなると、一気に式崩壊を起こし、ユニット殲滅なんてこともあります。なので、多勢力以上に、ロードの HP には気をつけましょう。さらに、我々の勢力は、ロードの接近戦が苦手としているためより気をつけてください。死なせないようにしないと、こっちが全滅するわけか。また、我々は汚染への依存度がかなり高いです。ということ。我々の勢力は吸血鬼汚染が 50% ナイト兵が損耗してしまいます。他の勢力は熟英状態にすることで損耗をなくし、その場で兵を回復することができるのですが、ヴァンパイアカウントはそういったことができません。なので汚染への依存度が高くなるというわけです。つまり汚染が進んでないと他勢力で常に損耗してしまうわけか。そしてヴァンパイアカウントは粘り強さはかなりのものですが、決定打に欠けます。全体的なユニットは他勢力と比べて低く決着までに時間がかかることが多々あります。また、大型ユニットに対しての対策が限られており、大型ユニット相手は苦手な部類ですね。結構致命的やけど大丈夫？まあ少ないと言ってもいないわけではないですし、圧倒的物量を生かして押しつぶすこともできますので、ロードでもなります。というのがヴァンパイアカウントの特徴ですね。ふむふむ、わからんけどわかった。
まあ、戦っていくうちにおいおい理解できると思います。戦局はゾンビで敵を抑えつつでクリプトホラーで有効打を与えていく。そんな感じでやってますが、一応うまくいってるみたいですね。クリプトホラー強いん？まあそこそこですが、再生待ちユニットで粘り強い活躍を見せてくれますよ。どいつもこいつも粘り強すぎない？まあ、それがこのユニットのメリットなので。ちなみにクリプトホラーは投射攻撃に弱いので注意ですね。投射歩兵は早めに潰さないとな。ということで敵は敗走し我々の勝利です。やったぜ。それではこのまま近くの拠点を奪いましょうか。どうやら我々が初期から保有している死者の森には固有建築物が建てられるみたいですね。発展度も収入も上がるし、ゾンビ系ユニットのランクも上げられる。なかなかに素晴らしい効果ですね。なんかよくわからんけど、すごいことは伝わる。そして、これがヘルマンゴルストのスキルですね。特に、このゾンビユニット強化する系のスキルは、どれも強力なので、最優先で取っておきたいです。白兵戦がかなり強くなるスキル。まあ、まだレベルが足りないので、覚えることができませんけどね。不自然な硬さ。こっちは、かなり防御力が高くなるやん。異常な抵抗力。これどういうこと？まあ、HP が1万あったら、55000まで回復できるってことでしょうかね。回復する手段はかなりあるし、かなり使えるやん。回復されるのが嫌だったら、すぐに式崩壊を起こさせることですね。まあ我々も対策するので、そう簡単にはいかないと思いますが。限りなき前進。特に飢えた死人が強力ですね。白兵戦の時だけですが、徐々に HP が回復していきます。こいつらどんだけ HP 回復させんねん。コープスカートに、ヘルマンに、マスターネクロマンサーに飢えた死人に回復魔法。これらを使えば、ただのゾンビが高コストユニットにも渡り合えるぶっ壊れ、コスパ最強ユニットに。これはぶっ壊れ。まあゾンビは自動戦闘にクソ弱いことが残念ですが。つまり手動戦闘が増えるってことか。戦い方的にも長期戦になりがちなので結構手動戦闘もめんどいんですよね。ということで、ヘルマンゴルストは最初はウィンドウ・オブ・デス習得を目標として、ゾンビ系スキルが取れるようになったら最優先で取りましょう。了解やで。死者の復活で殺に戦力を増やしましょうか。即徴用可能なのは美味しい。ノーブラーの谷。葵ちゃんやん。私はノーブラではありませんからね。そうよな。谷になるほどでかくないもんな。顔変形するまで殴られたいのかな。冗談やからな。自動戦闘でサクッと占領。西は巨生勢力。そこまで攻撃的ではないですし、仲も悪くないので仲良くしていきたいところですね。マスターネクロマンサーの領土を雇用。とりあえず全軍団ゾンビだけでいいので4軍団は作っておきたいですね。なんでマスターネクロマンサー？ユニットの HP が回復するからです。この過剰なまでの回復っぷり。見てください。ヘルマンゴルストはグレーブガードを召喚できるみたいですね。おう、それってすごいん？普通のネクロマンサーとかならゾンビとかウォーリアースケルトンなんですが、その上位互換であるグレーブガードを呼べるのはすごいですよ。まあ、消費魔力はクソ高いですが、アップグレードでワイトキングも呼び出せる模様。対キャラクター対策としてワイトキングを呼び出してもいいですね。夢が広がりんぐってやつやな。それでは1ターン目エンド。